はい、どうもこんにちは。エンターテイナーのハルキングです。はい、ということでね、今ちょっともう見てもらったら分かる通り、これ急遽動画回してます。で、なんで動画回してるかって言ったら、ちょっとね、今日、ふとした時に、何か自分の中で大きいものが動いたというか、感じたことがあって、で、まあもうね、今これ留学終わりかけのタイミングなんですけど、ちょっと僕が今日感じたこと、思ったこととか、なんか自分の中で大きく動いたことがあったので、もうこれもうなんか、ね、職業病なんでしょうね。動画撮らないとなと思って。で、サブチャンネルにしようか、メインチャンネルしようかって、悩んだんですけど、ちょっとこれは、自分の人生にとっても大事な瞬間かなって思うし、何より今この瞬間をね、動画に残す、そしてそれをメインチャンネル上げるっていうことが、大事なんかなと思ったんで、急遽ね、月曜日でも金曜日でもないんですけど、こういう感じで、動画回してます。だからね、見てもらったら分かる通り、ノー編集です。ノーカット。このまま撮影して、もうそのまま YouTube に上げます。だからね、ちょっと、ね、噛んだり、ちょっとそれ日本語おかしいんちゃうかとか、言い間違いとか、まああると思うんですけど、ちょっとご了承ください。はい。いやー、どっから話せばいいでしょうね。これ本当にね、急遽動画回してるんで、そうですね。今、ハルキングエンターテインメントに、月曜日と金曜日、週2本投稿でね、頑張って更新していってるんですけど、それっていうのは、僕がね、留学今行ってるんですけど、留学行くから、9月に取りだめしてたやつなんですよ。9月にもブワーって取りだめして、編集も済ませて、YouTube にアップロードしてたやつが、今ちょっとずつ上がっていってるっていう状態なんですね。ただ、今これは、リアルのハルキングです。生きてるハルキング。もうね、留学終わりかけのハルキングがこんな感じで一人で喋っております。はい。だから、これをね、リアルタイムで、見てる人は、ハルキング今こんな感じの見た目になってんねや、みたいな。そしてこんなこと考えてんねやっていうのを、風に、見ていただければ嬉しいなと思います。はい。ほんで、ちょっともしかしたら長くなるかもしれないんで、水も持ってきました。今から何を喋るとかも決めてません。ただ、ちょっともう感じたものがあって、それを動画に残しときたいっていう一心で撮ってるんで、今からもちょっと話していこうかなと思います。でね、何を話すねんって。具体的にどういうことを話すかって言ったら、ハルキングが夢を語ります。はい。ちょっと待ってください。これ動画止めようと思ったあなた、ちょっと待ってください。もうちょっとだけでいいんで待ってください。スキップしないで。スキップしないでください。でね、まあ、今から言語で夢を語るんですけど、まあ、これね、どういうお客さんが見てるかっていうのはわからないんですけど、もしかしたらね、この動画を見たら、何かチャレンジしようとしてる人とか、に、すごい影響を与えれるんじゃないかなって思ってます。そういう人に見てほしい。何か今からチャレンジしようとしてる人、そういう人に見てほしい。そして、なんか最近人生おもんないなとか、自分って目標も夢もないし、なんやろうって。全然人生楽しくないなって思ってる人とか、なんか別に人生楽しくないわけでもないけど楽しいわけでもない。普通やなみたいな。普通に人生進んでいってるな、時間が経っていってるなって、そういうこと感じてる人、見てほしいです。そしてハルキングが、別に好きっていうわけでもないけど、時間あるんやったら、ちょっと見ていってください。はい。はい。面白く喋ります。頑張って。はい。そういう感じでね、ちょっと本当にハルキングが今から夢を語っていくんですけど、まずね、なんでこんなことになったかっていうと、実は昨日ですね、学校の授業でプレゼンテーションがあったんですよね。もういきなり本題始まるんですけど、プレゼンテーションやってて、で、そのプレゼンテーションをするってことは、もちろんパワーポイントのスライドをね、使って、プレゼンテーションをするんですけど、だからパワーポイント、スライドとこのワードでね、セリフを作るんですけど、これ僕全然ね、1週間2週間前から準備してなくて、前日にバーってパワーポイントを作って、で次の日本番でパワーポイントプレゼンテーションをしたっていう感じなんですけど、その、プレゼンテーションしてる時ももちろんそうなんですけど、1日前ね、夢中になってパワーポイント素材を作ってる時にちょっと感じたものがあって、でそれが何かっていうと、やっぱりこれ楽しいなって僕感じたんですよ。素直に言うと、なんか動画編集に近いような感じで、ね、パワーポイントもスライドを自分で編集して、要はレタリングとか、レタリングというか、ね、こうデザインしていくわけじゃないですか。そういうのをやってる時にすごい楽しいなと思って、
で、僕のプレゼンテーションね、パワーポイントの作り方ってちょっと独特っていうか、他の人がどういう感じに作ってるかっていうのは僕は知らないんですけど、一からスライドを作ると同時にセリフも作っていく。そしてセリフとスライドを作ると同時にもうアニメーションとかも入れていく。そして、ここのシーンでは自分はこういうセリフというか、こういうパフォーマンスをしようとかも全部同時進行で考えながら作っていくんですよ。うん。だから最初に原稿を全部バーって書いて、それに合うスライドを作る人もいれば、スライド先に作って、それに合うセリフを作る人もいると思うんですけど、僕は、全部同時進行で作っていくんですね。だから頭の中でイメージトレーニング、イメトレしながら作っていくんです。それがすごい楽しかった。楽しいって感じたんですよね。動画編集をしてる時みたいな感じだった。でね、その時に、やっぱり、じゃあ自分これ楽しいなって感じる瞬間やなって思って。これをなんか YouTube のコンテンツにできへんかなって、思って、その時に。でも、YouTube でプレゼンテーションってなったらもう YouTube 大学しかないんじゃないかって。ね、中田敦彦さんの YouTube 大学有名やと思うんですけど、もうああいうことを自分はするしかないんかなって。プレゼンテーションを YouTube でプレゼンテーションするっていうのはもうそういうことなんかなとか思ってて。でもそれって本当に自分がやりたいことなのか、自分のこの性格とか、できる能力、持ってる今能力とか、やりたいこと、したいこと、できることとか、いろいろ考えてたらもう分からんくなってきたんですよね。でね、僕、日本一のエンターテイナーになりたいって言ってるんですけど、日本一のエンターテイナーになりたいって言ってるんですけど、日本一のエンターテイナーって何なんて、この留学中ずっと考えてて、で、次、YouTube でやっていくコンテンツを何しようかと。もうそろそろコンテンツしっかり決めて、持続可能なコンテンツやっていかなあかんなって僕ずっとこの留学期間中考えてたんですよ。で、留学、持続可能なね、コンテンツって何かって言ったら、要はもうジャンルを統一するってことですよね。モッパンとか、工作とか、なんやろ、筋トレとか、今適当に言ったんですけど、要は、モッパン、ね、食べ物を食べるんですよね。これはもう毎日みんなご飯食べるから、それ自体がコンテンツやから、お客さんに飽きられるとかは別にしても、明日のネタになんか困ることとかはないかなって思うんですよ。決まってるから。ご飯食べる。でも僕のね、チャンネル見てもらったら分かる通り、全然ジャンルが決まってない。だから次のネタ何しようとかいうのも考えないとダメやし、でももうそんなも考えずに、やっぱコンテンツ、ジャンルを統一してしまったら、じゃあ次こんなんやったらいいんちゃうかって安易にね、アイデアが出てくると思うので、そろそろコンテンツを決めなあかんなと。でも自分のやりたいことって何なんやろうって。で、日本一のエンターテイナーになりたいって言ってますけど、それって何なのか。で、こっち来てね、本当によく聞かれるのが、将来の夢何なんですかってよく聞かれるんですよ。で、そしたら僕は迷わずに、日本一のエンターテイナーになりますって。これもう間違いなく、はっきり即答できてるんですよ。だからちょっと恥ずかしがってね、YouTube 今ちょうどやってて、エンターテイナー、日本一になりたいって思ってるんですけど、みたいな感じじゃなくて、日本一のエンターテイナーにもう僕はなりますっていうね。こんだけはっきり言ってるんですけど。でもある日ね、それ聞かれた時に僕日本一のエンターテイナーになりますって言って、なれなかったらどうするんですかって聞かれたんですよ、こっちで。でもそういう時でもね、僕は、いや、まずなれないっていう選択肢がないから、その心配をする必要はないよって言うんですよ、僕は。なんでそんな自信あるんですかって。成功するかわからんのに、みたいな。いや、俺は成功すると。で、理論的に、成功するっていう理論が、存在すれば、誰も苦労せえへんと。だからもう、ただ諦めない。自分は間違いなく成功するからって、そういう風に僕は生きてるんですけど。でもそろそろね、自分でもしっかり考えななって思ってるんですよ。だから、そういうことを言われたりもするし、日本一のエンターテイナーになりますって言うと、君なら多分なれるよってみんなこっちのオーストラリア人とかね、あったかい言葉言ってくれるんですよ。日本一のエンターテイナーめっちゃかっこいいやん、頑張ってな、みたいな。そんだけはっきり夢をパッて言えてすごいなっていう意見とかもよく言ってもらったりするんですよね。いやでもね、実際、僕もこういう感じで
発言する言葉っていうのは全部ポジティブですけど、根っから全部ポジティブかって言ったら、僕も人間なんでそうじゃない時もやっぱあったりするわけですよ。で、うわもうこの年でしっかりそんな自分の夢をね言えてて偉いなとかすごいねって言われるんですけど、全然すごくないよね。なんか例えで言うとね、YouTube っていう広い海で、頑張って泳いでてすごいねって言われてるけど全然泳げてないね。溺れてる、ずっと犬かぎ。いやそんな夢に向かってすごいねほんまにって言われるけど全然ストレートに泳げてない、ずっと犬かき。自分の中ではそう思ってる、だから口ではねかっこつけて、この YouTube という海で俺の海賊船がある、俺は船長や、乗れと、乗ってこい、頑張るから俺は必ず成功する、必ず宝島に到着するって言ってるけど泳いですらない。全然泳いですらないのよ。溺れてんねんずっと。そんな感じでねじゃあ自分のしたいことは何なんだって思ってたんですよ。でなぜ今までジャンルを統一してこなかったのかっていうのとかもいろいろ考えてたんですね。でもう僕もね YouTube2 年やってきまして、おおよそ2年が経ちますかね、っていうところもしっかり考えてやりたいし、それぐらい本気やからね。このままじゃあかんなっていうのは自分が一番よく分かってる。でも次どうやって自分は何がしたいのか、何になりたいのか、そう分からん。でも諦めないっていうことだけは確かにあって、必ず成功するっていうことだけは分かってる、だからこそやっていきたいんですよね。でね、今までなぜジャンルを統一しなかったかって言ったら、要はジャンルをもし統一してしまったらもう一生それをやり続けないといけないんじゃないかっていうのが恐怖やったんですよ。だからサラリーマンに僕は絶対になりたくないんですけど、それも一緒の理由で、もうサラリーマンっていうことは会社のために貢献して会社のために働かないとダメ。つまりもう誰かにこう指図されてやるっていうのが嫌なんですよね、僕は。正直に言うとそうなんですよ。簡単に言葉を選ばずに言ったらそうなんですよ。誰も俺に指図をするなという、そういうね思想を持ってる人間でしたよ僕。そういうことなんですよ。だから誰かの指図を受けてもう働くっていうのが僕嫌なんですよ。でもね、みんなもそうやと思うんですよ。そら自分の好きに仕事して好きなことだけで生きていけるんやったらみんなそうしたいよ。でもやっぱり世の中みんなそんなに簡単なことでもないし、それは僕もよく分かってるんです。とりあえず僕はサラリーマンになりたくない。誰かの指図を受けて仕事をしたくない。だからジャンルを縛るっていうのもちょっとそういうのがあったんですよ、自分の中で。なんかじゃあもうこれに特化したチャンネルで行きますって言ったら、自分こっちもやりたいのもうこれはできへん、特化してるからみたいな感じになってしまうと。だから僕は iPhone も紹介したいし、なんかドッキリもやってみたいし、だってヒカキンさんがそうやったからって僕はずっと思ってたんですよ。でもね、ヒカキンさんと僕は違うんやと。そんなんは最初から分かってたんですけど、でもやっぱりどっか憧れやったんでね、中学生の時からヒカキンさんができてるから自分もできるっていう夢をずっと見てたんですよ。でももう YouTube の時代はこう変わってきてると。僕が見てた時のヒカキンさんとか、もう YouTube のそのコンテンツとか視聴者のこのものってどんどん変わっていってるから、僕もそれで変わっていかなあかんなっていうふうに思い始めて、でマルチクリエイターっていうんですかね、ああいういろんなことを YouTube でやってる人、マルチクリエイターで僕は成功したいって思ってたんですけど、本当にそうだったのかっていうのをしっかり考えてみたんですよ。要はジャンルを特化してしまうと、iPhone の商品紹介とか、ドッキリとか、あとなんか工作してみたとか、そういうことをごちゃ混ぜなチャンネルにはもうできないってことですよね。でもじゃあ自分が好きなこと、一番興奮する瞬間、楽しいことっていうのを考えた時に、何かさっきの話戻るんですけど、何か人前でプレゼンテーションをしたり、こうパソコンで作業しながらプレゼンテーションパワーポイント作ったり動画編集してる時が楽しかったと。これでちょっともう見えてきましたよね。なんかを作ってる時、編集してる時が楽しいっていうのと、プレゼンテーション、もう今もまさにプレゼンテーションですよ。自分の意見をなんか外に言うっていうのが自分は好きなんだと。そして共感を得たい。これが自分の一番好きなことだ。やりたいことやって
思ったんですね、ふと。って考えたら iPhone の紹介絶対にしたかったのか、ポケモンセンターで買ったもの絶対に商品紹介したかったのか、絶対的にドッキリをしたかったのか、そうじゃなかったんですよね。だから今まではまあできるのであれば、簡単にできるのであれば YouTube のネタにもなるし、まあやっとこうかみたいな感じだったんですよ。だから本当にやりたいこと、本当に楽しいことはそこじゃなかったんですよね。じゃあもう答え見えてきたなと。それはもう削るしかない。うん。だって多分後悔せえへんと思うから。なんか自分の楽しいとか、興奮するっていうのをしっかりコンテンツにして、それがまだ何なのかは見えてない。何なのかはまだ見えてないんですけど、それをしっかりコンテンツにして統一してまっすぐやっていったら、いやー iPhone 紹介したいなとか、ドッキリしたかったなって多分思わへん。だってドッキリとか iPhone 紹介もちろん楽しかったし好きにやるねんけど、それは YouTube の動画になるからいいなと思ってやってただけで、絶対的に自分がやりたいものではなかったっていうことに気づいたんですね、僕は。ちょっとすいません、頻繁に。でこれちょっともう夜に撮ってるんで、もう顔がね、顔の筋肉が気づいたと思うんですけど、もうすごいね、まぶたとか落ちてるよ。ごめんね、すいません。はい、すいません、もうノー編集ノーカットなんで、こういう一面もすいません。はい。でどこまで話しましたっけ。何がしたいのか、でもちょっとずつ見えてきましたよね。今までハルキングエンターテインメントでやってたことね。まあでもドラゴンボール探しとかっていうのは割と僕本気でやってるんですよ。普通に。でドラゴンボールもまあね、ほとんどの人がないって思ってるかもしれないですけど、僕はあるって信じてますし、必ず見つけます。それがいつなのかは分かりませんね。トシさんが1個くれたじゃないですか。1個あるんやったら7個あるやろ。必ず揃えます。待っててください、その時まで。必ず僕は成功しますし、ドラゴンボールも揃えます。間違いない、これは。これは間違いない。決定事項なんです、これは。そうなんですよ。だからそれいつになるかわからないですけどね。でね、ちょっとずつ見えてきた。今までやってたことは絶対的にしたいことではなかった。ただ YouTube のネタになったら面白いし、できるのであればやりたかった。ただ自分がプライベートでショッピングするだけじゃなくて、ショッピングしたものを紹介して動画のネタになるのであれば、まあ動画撮っとこうか。で、編集して、まあ再生されたらいいなって。それぐらいの感覚やったんですよね。だから別にそれが僕にとってなんか手を抜いてたとか、なんか中途半端に今までじゃあやってきたんかじゃなくて、進化していってるんですよ、僕は。ずっと。ハルキングの全盛期いつやと思いますか。YouTube 始めた時、ハルキングエンターテインメントに改名した時、違うんですよ、今なんですよ。僕の全盛期っていうのは今なんですよ。だからどうしても今の僕の時点から視点から見てしまうと、過去の僕っていうのはやっぱり劣って見える。それなぜか今進化し続けてるからなんですよね。だから、あの時は別に間違ってるとも思ってなかったし、今ももちろん間違ってると思ってる。手を抜いてたわけでもない。ただ、ハルキングは日に日にレベルアップしていってる。だから、過去の自分が劣ってるように今見えてるっていうだけで、何も悪かったわけではないですよね、僕が。で、まあちょっとずつ見えてきたと、いうところで、プレゼンテーション、自分の意見を発信するようなことを YouTube でしたい。それがなぜなら楽しいから。今までやってたことは別に絶対的にやりたいことではなかった。じゃあ本当にやりたいことは何なのか考えたんですよ、僕。これはまだ具体的に出てないんですけど、やっぱり一つ挑戦し続けたいなっていうのがあって、だから僕ね、何回も当たり前のように軽く言ってますけど、別に全然軽い気持ちで言ってません。僕は成功します、間違いなく。この動画を見てるお客さんっていうのは時代の目撃者になります。間違いない、それは。僕は成功しますね。で、何かにチャレンジし続けたいんですよね。だから安定を求めてサラリーマンなんかになりたくないし、結婚するために安定した職を持って結婚したいとも思わない。全然それは幸せじゃない。僕にとって何が一番幸せなのか、チャレンジし続けることなんですよね。だから極端な話ね、これ甘く見てるわけじゃないですけど、ジャニーズとか、オリンピック選手でもいいんですよ。夢ありますよね。ジャニーズもオリンピック選手もすごいよね。最初は何や、中学生のクラブ活動の時
に始めたスポーツなんかな、ちょっとよくわからないですけどね。オリンピック選手の友達とかいないもんで、すいません。中学校の時にちょっとノリで始めてみたクラブのスポーツ、バスケットボール、野球とか、スキーとか、何でもいいじゃないですか。始めてみたやつが。高校でもちょっと推薦もらえたし行ってみようから。でも高校行ったら、なんか全国大会とかも出場できる高校で結構強かったし、自分もなんか部長とかやれてて結構上手かったから、このまま大学でもなんかサークルとかクラブあるんやったらそれやっとこうかな。いや、そんなんよりかもう自分で趣味でこうやってオリンピック目指すっていうのも楽しいんかなって、スクール行ったりとか、やって、オリンピック目指して、ね。もしかしたらオリンピックに出れないかもしれんけど、出れたら夢ありますよね。挑戦してるんですよ、これって。てか、もうさ、全然勉強もやってこんと、なんかスキーだけ、スキーって言ってますけど、今勝手に。スキーだけずっとやってきて、勉強してきてないやん。これオリンピック選手にならないかったらどうすんのって、あると思うんですよ。うん。でも、その人は多分もうそんなことは考えてない。オリンピックのステージで飛ぶことしか多分考えてないでしょうね。それなんですよ、僕がやりたいっていうのは。うん。チャレンジしたい。ね。ジャニーズジュニアも、あれ何歳ぐらいですか？ 13 歳ぐらいからみんな、ね、事務所、ジュニアとして頑張っていくんかな。で、いつかデビューできるんちゃうか、デビューできるんちゃうかって、頑張っていって。うん。でね、大体みんな、16か18ぐらいでデビューするんですかね。もうすいません、それも全然知らないですけど。デビューして。うん。でもデビューしていく子はいいよ。デビューしていかない子もいるよね。それぐらいの年。で、20歳になった。21歳になった時、やばい。俺ついに20代や。もう周りの同期とかみんなでデビューしてる。俺もうジュニアの中でグループすら組めてないやんみたいな。そういう人おるんですか？ジュニアは全員グループ組んでるんですか？全然わからないですけど、そういう人、ね、俺まだ全然デビューしてないわ。22、23になっていって。25歳になった時なんか絶望っすよね。だって今までもうダンスと歌の練習に時間を費やしてきたから、もう他の取り柄なんか何もない。もうジャニーズにならなかったら終わりみたいな人いますよね。でも24歳とか遅くしてデビューする人26歳とかでおるんかな、いますよね。そういうのを夢見てみんながやっぱり頑張ってるんですよ。それです。ハルキングそれです。まさに。だから失敗するっていう選択肢はまずないし、もう理論上ありえないわけなんですよ。うん。そういう感じで僕は挑戦し続けたい。これだなと。うん。これだ。ハルキングの何をやりたいのか挑戦する。そしてその先の目標を言うために日本一のエンターテイナーっていうのがある。かなっていう風に感じてきたんですよね。じゃあちょっともうコンテンツ見えてきたんじゃないかと。うん。ね。なんかじゃあやっぱりパフォーマーとしてやるのか。ね。ちょっと見えてきて、そして自分なんかこう大きく動いたんですよね。うん。でね、こっち来て、中田敦彦さん YouTube 大学とかすごい僕見るんですよ。学ぶのが楽しいんですよね。うん。学ぶのが楽しいから、その学んだことをアウトプットするっていうのも楽しいんですよ、もちろん。だからそれもなんか自分の特技なんじゃないかなとかも感じてるし。ね。今まで YouTube やってきましたよ。純粋にね、中学生の時ヒカキンさんに憧れて、なんだこの職業はと。こんな夢の職業があるんやなって思って、で高校卒業して YouTube でやりましたけど、これもね、もう中学生の時から僕はちょっと独特変わってたなと思いまして、ですね、YouTuber に憧れてた理由っていうのが、他のみんなとちょっと違ってて、僕はこれは本当に嘘じゃなくて、後から付け足した話じゃなくて、本当に中学生の時から思ってたし、なんなら家族とかに僕は多分そう説明してたんですよね。その時はプレゼンテーションしてた、その時から。YouTuber に俺はなろうと思うねんと。でもね、YouTuber っていうのはこういう職業と思われがちやけど、実はこういう一面があってみたい。家族に僕プレゼンテーションしてたんですよね。思い出しました。で、僕がその時どういう感じで YouTuber に憧れてたかって言ったら、ヒカキンの一日密着とかも僕の夢の動画やったんですね。ハマったきっかけはその動画じゃなかったんですけど、もうヒカキンさんの生活を僕は見たかったんですよ。ヒカキンさんの商品紹介してるコンテンツとかじゃなくて、裏でどういう動画編集のソフトを使ってるのか、どういう時間で寝て起きてとか、どういう生活リズムをしてるのかとか、そういう動画にめちゃくちゃ興味があったんですよ。なぜかって言ったら YouTuber のその裏側とか
を見るのがすごい好きだったんですよ。興味があったから。だから僕は純粋に YouTuber ってなんか好きなことやって商品紹介してるだけでお金もらえるからいいな、羨ましいになりたいじゃなくて、自分が動画編集とか寝る間を惜しんで頑張れば頑張るほどお金がそれについてくるから夢の職業やなと思ってたんですよ。中学生のハルキング、こういうこと思ってました。うん。そうなんですよね。うん、だからただ好きなことで生きていくってフレーズ流行りましたよね、その時。うん。何年前ですかね、流行りました。ただそれだけじゃない。好きなことで生きていく、わあすごい、なりたいじゃなくて、なんかこう動画編集とか、ヒカキンさん当時毎日投稿やってたんですよね。うん。で、毎日寝る間を惜しんで動画投稿をすれば、それにお金が付随してくるんだって。それが夢の職業やなと思ってずっとなりたかったんですよ。だからもう中学生の時から動画編集に興味あったし、YouTube を始めた時なんか動画編集なんかもう難なくできたんですよね。時間はかかってたけど、だって全ての機能の使い方がわからんから。でも大体動画編集っていうのはこういうことができてこういうことができないっていうのは頭で分かってたんですよ。だからこれは必ずできるって信じてできる方法を探すんですよ。うん、そういう感じである程度の動画編集の仕方とかももうマスターしてましたし、それぐらいね、その裏方じゃないな、YouTube のその裏の仕組みとか動画編集にもすごい興味があった。ただバカやって動画にしたらお金儲かるからっていうか、そういう考えじゃなかったんですよね、僕。でもここまで2年 YouTube やってきて、ねえ、最初の動画とかももう2年前になるんですよね、あれが。で、いろいろ紆余曲折あって、少年ってね、実は僕の中学時代の後輩なんですけど、その少年を誘って、最初は、いやもう僕は全然顔出しもしないですし、全然そんな喋るの得意じゃないですし、YouTuber、ハルキングとは一緒にやっていきませんと。ただ、ハルキングを応援する気持ちっていうのはもう誰よりもありますんで、もしハルキングがその YouTube とかでなんか撮影協力してほしいとか言ったら僕はもうぜひ行きますと。ぜひ行きますと。ね、言ってくれてる少年が、これ長い付き合いで、もうハルキングのもうやってるの付き合ってられないですよ。もう僕も自分の夢を追いかけたいんで。もう一緒にやってられない人がね、言わずここまでついてきてくれてるんですよね。うん、なんか本当にこれって、もうありがとうとか、そういう言葉では収まりきらないですよね。ありがたい。あることが難しいって書いてありがたい。まさにこのことですよね。うん。でね、昨日も実はちょっと電話してたんですけど、うん。実はこの動画とは別にちょっと一個だけね、僕、動画撮ってまして、で、それを少年だけに見せたんですけど、そしたら、いや、もうやっぱりハルキングの喋りすごいっすね、みたいな。やっぱり僕もちょっとハルキング見て感化されましたわって。うん、いや、僕にそんなん言ってくれるのね、少年だけなんですよ。本当に。少年はね、僕の2歳下なんですけど、いっぱいも喧嘩もしてきましたし、またこの中学校の時の先輩後輩とはもう違う関係になってきてるんですよね。YouTube をやってることによって。ただ少年が、はい先輩、はい先輩っていう感じじゃなくて、時には後輩の顔もあるし、なんか時には同期なんかなっていうぐらいで言い合いする時もあるし、でもここまでついてきてくれてるっていうのは事実なんですよね。多く、あの、よくね、友達同士で、ビジネスを始めたり、一緒に仕事を始めて、で、最初仲いい友達同士で働いてるから、絶対成功するやろうとか、いう風な感じでビジネスとか始めると思うんですけど、友達やった関係がビジネスパートナーになってくるんで、やっぱり本来友達やったら言わんでよかったセリフとかも言わないとダメなシーンが出てくるじゃないですか。ってなると、ビジネスパートナーを失うだけじゃなくて、友達を失うっていうパターンは、少なくないみたいです。うん。だからどういうことかって言ったら、友達同士でじゃあ一緒に仲いいからな、友達同士でビジネス始めようってやって、でも結局ビジネスもうまくいかずで、なんか友達としての関係も悪化して、最終的に友達でもなくなるっていうケースっていうのは本当に少なくないんですよね。だから先輩後輩やったら、後輩の少年はね、
YouTube をやってちょっと関係が変わって不満もいっぱいあると思うんですけど、ここまでついてきてくれてて本当に嬉しいなって思います。すごいことやなって、思いますし、ありがたい本当に。そういう感じでね、2年間 YouTube やってきていろんなことありました。でね、2年間 YouTube やってきてチャンネル登録者数が422人、今ね、本当に多くの方支えてもらってます。こんな僕ですけどね、でも大丈夫、僕は必ず成功するんで、皆さんも必ず時代の目撃者になる。いやもうハルキングなんかな、2年 YouTube やってたのに1000人も行ってなかったんでって言える日が来ます。あのハルキングがそんな時代があったのか、あったんです。ヒカキンさんもチャンネル登録者数100人突破してよっしゃーって言ってる時代があったんです。あったんです。でね、まあ普通 YouTube 始めたら戦略的にね、しっかり YouTube 始めてジャンルも統一して戦略的にやっていくと、数ヶ月でチャンネル登録者数を1000人突破して収益化するっていう人は別に普通にいますよね。でそれに比べてハルキング2年やって400人、なんでやめへんのって、よう続けてられるなって思われても仕方ないなって思うんですよ。それは2年でね、めっちゃ有名になってなくても5000人いますとかやったら、ちょっと2年間やってる甲斐があるねみたいな感じだけど、YouTuber にとっての大きな壁の1000人すら到達してない、2年やってて。でも僕はね、一切めげてないし進み続けてます。止まってない。ちょっとメインチャンネルの方はね、動画がこう週2本って言って、割とね、更新頻度は低めです。申し訳ないですけど。ただ、それっていうのも、もう9月に全部取りだめしてますんで、本当やったら1日2本投稿できるぐらいのスピードで編集はしてたんでね。今、僕がこう留学来てるっていう事実があるんで、ちょっと週2投稿ってなってるんですけど、全然ハルキングストップしてないし、もう次のこれからの作戦、ドラゴンボール探しの旅を始める前もそうやったんですよ。いや何を次しようかなと思った時に、なんかもう今日とこんな感じですね、今日と一緒の感じで動いたんですよ、自分の中で。ドラゴンボール探そうと思ってね、ドラゴンボール探すしかないなと思って、でちょっと長期間かけて準備をしていきまして、ドラゴンボール探しももうなんとかね、こまでやってきましたよ。でもね、なんかそういう感じで数字っていうのはちょっとずつ伸びていってますし、全然諦めてません。だから今本当にチャンネル登録してくれてる人っていうのは本当に感謝してます。解除せずにこれからもよろしくお願いします。ハルキング全然止まってません。全然止まってませんよ。これからどんどん有名になっていくし、どんどん成功に向かっていくから。で今も言った通り、なんでこんだけ続けれるのか。普通やったらもうやめたらと思いますよね。もちろんハルキング自身が諦めてないっていうのももちろんあるんですけど、それ以上にね、支えられてるんですよね、僕すごい。実はハルキングエンターテインメントってお客さんからのコメントめちゃくちゃ少ないんですよ、実は。でこれなんで少ないってわかるかっていうと、ハルキングゲームズの方、こちらのチャンネルはですね、ブロスタっていうゲーム、僕の弟シンクが主に演者として出てるんですけど、こちらのね、チャンネルも毎日投稿頑張ってますので、本当すごいですよ。一回見てみてください。騙されたと思って一回見てみて。YouTube のチャンネルページ行くでしょ。動画選ばなくていい。一番上にあるやつポンと押すだけでいい。一回見てみてください。ハルキングゲームズ。ね。調べてみてください。そういうチャンネルがあるんですけど、そっちはね、ゲームに特化したチャンネルやから、ゲームファンがすごいコメントくれるんですよね。毎回。ほんで、100人をやっとの思いでね、突破したんですけど、100人おめでとうございます、100人おめでとうございますっていうコメントをすごい多くの人がくれて、それぐらいコメントをしてくれる人がいる。それに比べてですね、ハルキングエンターテインメント、もう、そんなにいないんですよね。コメント。コメントいないんやったらなんでその支えられてるってどういうことって思うかもしれないですけど、そのコメントが少ない中で、プライベートの LINE でメッセージを送ってきてくれる子がおるんですよ。ちょっと
筋肉をほぐしてますね。大事なシーンなんで、プライベートのメールで送ってきてくれる子がおるんですよ。ねえ、本当に嬉しいですよね。高校時代の友達なんですけど、この間ね、1個前の動画になってるかな、海外でドラゴンボール探してみたっていうね、海外編がアップロードされたと思うんですけど、それを僕いつもインスタのストーリーとか上げるんですけど、そのストーリーの DM でね、この動画見た、面白かったわ、留学楽しんでんな、頑張ってって言って、で、高評価しっかり押しといたでって、帰国したらご飯行こうやって言ってくれた友達がいます。要はなんかこれってもう僕にとってものすごい嬉しいことで、 YouTube のコメント欄でもらうよりも手間がかかってるんですよね、その人からしたら。だって YouTube の動画見ます、そのまま YouTube でコメントすればいいじゃないですか。にもかかわらず一旦アプリを移動して Instagram に行って、ハルキングどこやったかな、DM してみようで、動画見たで高評価したでって送ってきてくれてるんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。そういうのがね、数は今そんな多くないですけど、一本一本ものすごい心の支えになってます。だから続けれてるっていうのは本当にこれは嘘じゃなくてあります。いや僕も思ってたんですよ。なんかね、中学生の時、純粋憧れてる気持ちもあったけど、ヒカキンさんがね、いや僕が本当にここまで来たのは視聴者のおかげなんです、ありがとうございます言ってたけど、そうかと思って、いや本当にそうなのかって。もうそれヒカキンさんがすごいだけで、いやお客さんの、視聴者のおかげなんから、いやそうなんです、そうなんですよ。これもう僕がやってるからわかるけど、どんなに底辺 YouTuber であろうが、やっぱりそういう支えられてるっていうのはものすごい心のモチベーションにつながる、当たり前のことなんですけど、で今まで信じてなかったそういうの、なんか表向きに綺麗に言ってるんかなって思ってたんですけど、違うんですよ。ほんまに心の支えになってるんですよね、一本一本の連絡が。他にもありますよ。僕ね、出国する前に、留学に行く前に、受験生みたいな動画をね、出したことがあるんですけど、それに対してのコメントが LINE で、プライベートの LINE に来まして、どういうものやったかっていうと、あれ見たでと。で、うちはね、もう高校生じゃないし、受験生じゃないけども、今実はカナダの大学に留学してると。日本人の普通に友達なんです。高校時代の友達でね。で、海外の大学ってやっぱり難しいんですよ。そもそも言語が違うから理解するのにも必死なんですよね。でそれでその子ちょっと落ち込んでたんですって。学校が難しすぎて。そりゃそうですよね。日本の大学でも難しいことあんのに、もう言語が違うんやから、それは落ち込むよね。ほんで全然学校でもうまくいってなくて落ち込んでたけど、ハルキングの動画見てちょっと勇気づけられてありがとうなって、と思いましたね、その時は。その時は嬉しかったっすね。いや、ほんでカナダ留学してんのか、俺も今オーストラリアおんねんみたいなね、話とかもして。全然喋ってなかった高校時代の友達とそういう感じでまた喋れて繋がれてみたいな。もう高校時代の友達なんかね、もう同窓会でしか会わないのかなって、このまま一生会えないのかなと思ってたら、そういうところで繋がってるんですよね。そう面白いさ、高校生の受験生がね、僕にも僕にも生とか言っちゃって、僕にも高校生の受験生の後輩なんかいっぱいいますから、現役生の。その受験生の後輩とかがね、プライベートの LINE で「ハルキングさん、僕受験生で動画見てめちゃくちゃ励みになりました、ありがとうございます」って言ってくれたら分かるんですけど、同級生の動画に感銘受けて、ちょっと状況違うけど感動したわ、ありがとうって LINE 送ってきてくれてるんですよ。嬉しいね。そういうことがありますよ。はい。でね、最後、もうまだあります。まだ1個だけ言わせてください。あと1個だけ言わせてください。あるんですよ、嬉しいコメント来たのが。留学最中の話でね、朝パッて目覚めたんですよ。で、アラームが鳴ったんで、携帯を確認したら、LINE が来ててね、LINE をちょっとこう確認してたら、まだこれもまた高校時代の、友達で、全然連絡は取ってなかったんですけど、ハルキングの100のこと質問、100質っていうんですかね、100の質問コーナーみたいな、僕の動画で上がってると思うんですけど、それに対してのコメントで、あれ見た、めっちゃおもろかったっていうコメント来てて、マジかよと、あれ面白かったのと。もちろん全力で作ってますからね、ハルキングエンターテインメント。面白いことは間違いないんですけど、やっぱりそれ以上にもっと面白い動画とかもいっぱい作ってきてるつもりですし、
その動画面白かったんかと思ってわざわざ LINE くれてたんですね。だからわあ嬉しいコメントありがとうって言って、でそんなん言われたもんですから、僕もねもう過去に作った動画、だいぶ前に作った動画なんですよ。なぜならね、9月に言ったでしょ僕、9月に留学の3ヶ月分の動画を取りだめするために朝起きて動画編集をしてて、昼ご飯は間にも編集しながら食べてるんですよね。朝起きて編集して夜が来て寝て、朝起きて編集して夜が来て寝て、はい、こういう生活を2週間繰り返してました。その上で編集してた100質の動画やったんで内容覚えてなかったんですよ。どういう笑うシーンがあったんやろって全然覚えてなくて、これちょっとコメントもらったら嬉しいし、普段自分の動画見返すこととかもないけどちょっと見てみようかなと思って、YouTube 開いてな、昨日公開されたやつこれぐらい再生されてるんや、なるほどなと思って、これ自分で見てたんですよ、自分の動画。そしたらなるほど、こういうの言ってたなとっていうところで、もちろん面白かったんですよ、自分で見ても。ただ一個だけね、印象強い、印象深いシーンがあったんですよね。それはね、何かって言ったら、少年がいろいろパーって僕に質問してくるんですけど、ハルキングがエンターテイナーになってなりたいことはって言われた時に、僕もそれ考えて言ったわけじゃなくて、とっさに出た言葉なんですよね。で、そこで言ってたのが、俺はエンターテイナーって言ってるぐらいから、なんか自分の番組を持ちたいなと。それテレビ番組なのか YouTube なのかわからない。もしかしたらそれは多分 YouTube であろう。僕は自分の番組を持ちたいんや。みたいなこと言ってたんですね。で、その後で、エンターテイナーっていうぐらいから、何かステージの上で、お客さんの前でパフォーマンスをしたいな、みたいなことも言ってたんですよね。でもそれすっかり忘れてて。コメントくれて動画見たからそう思い出したんですけど、その時に僕鳥肌立って、なんでかって言ったら、僕が最近ね、感じてたことが、番組を持ちたいってことやったんですよ。いや、だからこれはちょっと話す順番的におかしくなってしまったのかもしれないですけど、最近番組を作りたいなって考えてたんですよ。だからそれはもうプレゼンテーションやって、プレゼンテーションっていうのは普通に YouTube の動画というよりかは番組でやった方がプレゼンテーションって映えるのではないかなと思って、じゃあなんか YouTube で番組ね、中田敦彦さん最近番組バンバン作っていってますけど、そういうことをしたいなって感じてたんですよ。それが多分自分が一番エクスタシーを感じる瞬間やし、そういうことを番組を持ちたい、そういうことをしたいって僕は感じてたんですよ最近。でそんな中での2ヶ月前に撮った動画もう忘れてるんですよ。自分ではその番組作りたいって言ったことを忘れてるんですけど、2ヶ月前に同じことを言ってたんですよ。だからこれは心の底からほんまに多分思ってることなんやなって確信したんですよね。そこでいろんなピースがちょっと動き始めて、いやこのままではあかんぞと、今までのハルキングエンターテインメントのまんまやってたらあかんぞということで、なんか自分はプレゼンテーションやってる時が楽しいな、今までやってたことはそんなにやりたいことではなかったけど楽しく好きなことをできることをやってたんだなと、やりたいことをやってたんだなと、ね、いうことにどんどん気づいてきて、やっぱりじゃあ番組を持とうと、日本一のエンターテイナー、もっと格好つけて言うとエンターテインメントを王様になろうじゃないかと、エンターテインメントを王様になってやろうね、そういう野望を最近持ち始めまして、どういうこと1000人達成してない底辺 YouTuber がものすごい、かつて日本人が達成したことないような夢をね語ってる。でもそれが夢じゃないですか。それが夢なんですよね。できるかどうかが問題じゃなくて、やりたいからやるんだ、なりたいからなるんだっていう、本当にその通りだと思います。別にできるかどうかが問題じゃない。必ず成功するって信じて、必ず成功するって言い続けて、やりたいからやるんだよね。っていうところで僕番組を持ちたいなって思いました。でもね、それを考えてる時に思ったのが、今まで僕ってこの自分の現時点、ここと見た時に50年後ぐらいの未来をずっと見てたんですよね僕。なんか日本一のエンターテイナーになるとか、エンタメの王になるとか、そして番組を持ちたいなとか、ちょっと近づいてきましたね。そしてなんか自分の得意なこと、プレゼンテーション、パフォーマンスをした、ちょっとこの近づいてきました。50年後の先の未来見てたのがちょっとずつ近づいてきて、どんどん1年後の未来、来年にこれしようかな、あれしようかなとかいう風に考えてきてます、ね。でもね、本当に何が正解なんかっていうのは分からないんですよ。それは TikTok を今やって知名度を上げてから YouTube やれっていう人もいるし、もしかしたらそれが正解なのかもしれない、ね。何が正解なんていうのは本当にもう分からないんですよね僕は。何が正解なんかっていうのは分からん。
ただ一つ言えるのは、もう選んだことを正解にする。これしかないんですよね。うん。だって正解選んで、それ、失敗した時というか、あの、ちょっと違うなって感じた時、引き返せないでしょ、もう。でも、選んだことを正解にするっていうのは、ずっと進み続けてるから、不正解になるっていうことはありえないんですよ。だから僕は、決断をするとき、選択をするときっていうのは、めちゃくちゃ悩みます。ただそれは、どれが正解なんや、どれが自分にとっていいの、どれが正解なんやじゃなくて、とりあえずやってみる。やってみた上で、それを正解にしていくんですよ、自分で。だから、ドラゴンボール探しも全然失敗じゃないですよ。あれまだ途中。全然途中です。あれ正解にします。これから。うん。やっぱりドラゴンボール探し思わなかったな。不発弾やったな。そんなことないです。今から正解にしますから大丈夫です。まだ途中なんですよ。ね。そう、最終回も見てないのに、あのドラマ思わなかったな、みたいな。書き込みしてる人。そうじゃないですよ。うん。まだ最終回迎えてませんと。3話です。なんなら3話です。3話で結末も知らんのにそんなに評価できないでしょ。評論家評価できないでしょ。そういうことなんです。まだ途中なんですよね。うん。でね、なんか、そういうのとかも考えてて、で僕、こっちに留学来てる時にね、すごい言われることがあるんですよ。で、留学来てなくても、別に日本でもよく言われてたんですけど、やっぱり、キングって変わってるよねって言われるんですよね。ハルキングさんって変わってますよねって。ハルキングさんって他と違いますよね。ハルキングってなんか変よねみたいな言われるんですけど、まあ、ね、高校生の時とかやっぱりもう、何くそって思ってましたけど、最近はね、養分です。ハルキングにとっても養分です。ありがとうございます。ハルキングって変人よね。ありがとうございます。ハルキングって変わってるよね。みんなと違うよね。変よね。ありがとうございます。養分。どういうこと？養分ってどういうこと？栄養です。栄養。あの、今までやっぱり成功してきた偉人っていうのはみんな変人やったんですよね。ニコラ・テスラ、イーロン・マスク、スティーブ・ジョブズ。うん。みんな普通じゃなかったんです。でね、それも思った時に、もう僕の尊敬してる人とかすごいな憧れる人って多分もう他のみんなとは違うんだなってことに気づいたんです。僕19歳大学生、中田敦彦さん、西野昭弘さん、ヒカキンさん、憧れてます。そういう人っているんですか？いや、いると思いますよ、それは世の中には。でもね、ほとんどはそうじゃないと。マイノリティだと思います。うん。中田敦彦さんの動画見てめっちゃ笑ってるんですよ、僕。こんな人になりたいなって、かっこいいなって思うんですよ。それは全部その中田敦彦さんの生きてきた歴史とかも全部含めてね、すごいかっこいいなって思うんですよ。いる？うん、そんな人いる？だからそもそもちょっともう周りとは憧れてる人も違うし、話が合わないなっていうのは日常茶飯事です。感じます。すごい。めちゃくちゃぶっちゃけて話してます、これ。誰が見てるんや、これは。ここまで誰が見てくれてんねや。たまたまポン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 ってスキップしていってたどり着いたあなた、ラッキーです。すごいぶっちゃけて話してるから、ハルキングが。でもこれ何分喋ってんの？ 50 分。50分喋ってます。親戚だけでしょうね、多分。ここのシーン見てんの。うん。親戚の人だけやと思います、ここのシーン見てるんでね。誰がここまで聞いてくれてんの？ありがとうございます。でね、まあ話戻りますけど、だから、今まで僕が憧れてた人、成功してる人って、みんな昔は変人やったし、みんななんか周りからバッシングされてる人とか、普通じゃないって言われてた人なんですよ。でもそういう人が、何かみんなとは違う、普通じゃない人が、今までの歴史上成功してきてる。だから、ハルキング普通じゃないよねっていうのは、ハルキングは成功するよねっていうのを意味してるんですよ。暗示してるんですよね。だから、まあ最初はね、向かって腹立つこともありましたけど、もう人と違うよねっていうのは自分でももう理解してるし、うん、褒め言葉って感じてます。ハルキングってなんか変わってるよねとか、もうこれは褒め言葉なんです。ありがとうございます。あの批判する言葉じゃないです。僕にとってはすごい栄養になってるし、ありがたい。だからもう自分はなんか普通じゃないんやなって思います。もうこれ事実ですよね。うん。まあ別に過信してるわけでもなく、もうね、喋ってても着眼点であったり、ものの考え方とかも、
自分の持論しっかり持ってるつもりやし、だから何かを質問されてもちゃんと自分の意見を言えるっていうのも僕はそれは事実だと思います。僕は言えます。自分の意見とか考え方、理論であったり軸があるんですよ、ぶれない。でそういうのが時にね、変よねって言われるんですけど、そのハルキング変よねとか変わってるよねって変よねって言う人は、じゃああなたは何なのって僕はいつも思うんですけどね。ちょっと挑発的ですけど本当にそうで、変じゃなくて個性がない、オリジナリティがないあなたはどうなのって、あなたはじゃあそこら辺におるみんなと一緒なのって、日本特有の同調圧力にこう埋もれてる人なのって逆に心配になっちゃいますよね。褒めてくれてんのに、ハルキングって変よね、ありがとう、それは俺にとって栄養やわって褒めてくれてるんですけど、心配になっちゃう逆に。あなたはじゃあみんなと一緒ですかっていうね。これはね、本当にこれを見てくれてる人はほとんどが僕のことを応援してくれてるって信じて言ってます。だから何も僕はこの動画を通して日頃の何か悪口を言いたいとかそういうわけではないんですよ。僕はこういう考え方を持ってる。そして僕を応援してくれてるその支持者、お客さんに伝えたいっていう一心で喋ってますから、何も友達とかね、その人を侮辱するためにこれ動画を撮ってるっていうわけじゃないのは理解してください。はい。悪口を言ってるんじゃないですよ。事実を述べてるんですよね。で、僕はそう考えてると。僕は人とは違う。普通じゃない。分かってる。でもそういう人が必ず将来成功するんだ。そして、ハルキングも必ず成功する。そう信じて僕は毎日生きてるんですよね。ちょっと水飲ませていただきます。これがなくなったら話終わります。ってことはまだ半分以上残ってます。この動画折り返し地点いってません。折り返し地点過ぎましたね。はい。ここが半分なんで、もうだいぶあとちょっとです。話残りちょっとです。もう終わります、多分。折り返し地点過ぎたんでね。はい。でね、どこまで話したら、僕は普通じゃないと。で、そろそろね、僕まとめ入っていきますけど、まとめもまた長いですよ、これ。まとめれてないやんということなんですけど、僕こんだけ今ダラダラ喋ってきましたけど、面白かったですかっていう自分でね、そんな言うのもおかしいんですけど、本当にさっきもちょっと言ったんですけど、これちょっとでも面白いなとか、いや、ハルキングってそういうこと考えてたんやなとか、独特な世界観あるなとか、あったらコメントください。さっき言ったでしょ、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。そのコメントが何よりもドネーション、何よりも募金なんですよ、僕にとって。そうですよ。ね、僕は収益化してないからスーパーサンクスとかね、 YouTube のそういう機能があるんですよね。この動画いいなと思ったらライブ配信じゃないのに投げ銭できちゃうんですよね。スーパーサンクスっていうのかな、そういうのあるんですよ。でライブ配信とかやったらスーパーチャットとか言ってお金を投げて、そのお金を投げた代わりにコメント自分の読んでもらうとか、そういうのあると思うんですけど、いらないです。大丈夫です。僕まだいらないです。お金大丈夫です。コメントください。これはね、本当にウィンウィンですよ。だってもう、ハルキングが有名になっていけば、人が有名になっていけばなっていくほど、お金を投げないと言葉が届かないっていうところなんですけど、もうお金は今いらないって言ってる。コメントが欲しい。何よりもドネーション、それが。はい。寄付してください。コメント、皆さん待ってます。嬉しいんです。それがモチベーションにつながるから。でね、僕好きの反対は嫌いじゃないと思ってて、好きの反対は無関心なんですよね。つまりこの理論でいくと、好きっていうコメント、ハルキンさん応援してます、頑張ってください、面白かったです、これ好き側のコメントや。嫌いのコメントっていわゆるアンチコメントやね。ハルキングこれ喋りおもんないし、いつまで喋ってんねんとか、こいつキモいなとか、アンチコメントですね。無関心ってどういうもんかって言ったらないんですよ。今そういう状態。ハルキングエンターテインメントすごい辛い。僕がそうなんですよね。嫌いな人というよりかは、もう僕は好きな人はいるんですけど、嫌いな人っていうのはそんなにいない。なぜならもう嫌いっていうのを通り越してもう無関心に行くんですよね。
きな人、つまり興味ある人とかですよね。ずっと仲良くしていたいと思う。でも、その反対は嫌いじゃないんですよ。もう別にどうでもいいなっていう。シンプルにどうでもいいなっていう感じで。だから嫌いっていうのはまだありがたいわけですよ。本当に。だって感情使ってくれてるから。例えば、ハルキングキモいなっていう。はい。ハルキングキモいなって。この文字をね、わざわざ僕の YouTube のコメント欄に、ハルキングキモいなって売ってるわけでしょ。もう、そのね、5秒とかの時間かもしれないですけど、それを使ってくれてるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいです。その5秒で TikTok の動画、もしかしたら2本ぐらい見れるよ。スクロールしておもんないな。これ5秒。うん。TikTok の動画もしかしたら5秒見れるかもしれない。それをわざわざハルキングのアンチコメントを書くために時間を使ってくれてるんですよね。大事な可処分時間、ここに5秒使ってくれてる。ありがたい。でも無関心の人は書かないから時間を使ってない。0時間。これは悲しいんですよね、僕にとったら。うん。なぜなら僕がそうだから。うん。好きの反対は嫌いじゃなくて無関心。別にどうでもいいんですよ。ハルキングなんか別にもうどうでもいいと。コメント書かないじゃなくてもうどうでもいい。これが一番悲しいですよね、無関心。というよりかは、アンチコメントでも、普通の嬉しいコメント全部僕見ますから。全部ハート押しますから。なんかこの動画でね、もし、うん、誰かの心が動いたりとか、感化したなと思うのであれば、ちょっとコメント欲しいです。あーだけとかでもいいよ。あーとか、いいとかだけでもいいですから、コメントくれるっていうのは本当に嬉しいんで、よろしくお願いします。はい。お願いします。コメント嬉しいんでね、めちゃくちゃ楽しみに待ってます。でね、今までここまで喋ってきましたけど、これがもし面白いと思った人がいるのであれば、伝えたいことがあるんですけど、最初僕もちょっと言ったかなって思うんですけど、自分の人生何も楽しくないなとか、なんか明日もバイトやし、人生おもんないなとか、明日また学校かよ、今日と一日、今日と同じ一日の繰り返しやなとかいう人がいるかもしれないんですけど、僕だってみんなと同じ一人の人間なんですよね。で、簡潔に何が伝えたいかというと、全員の物語は誰かにとってめちゃくちゃ面白いってことなんですよ。もちろんハルキングのが今こうやってノーカットで喋ってる動画っていうのを思わないって感じる人、興味ないって感じる人いるかもしれないですけど、面白いと思ってくれてる人もいると思うんですよ、少なからず。でもね、僕も同じ人間ですよ。それは僕はこうやって発言してることによって誰かが面白いと思ってるかもしれないですけど、発言してない人でもね、自分の人生なんかしょうもないなって思ってる人いるかもしれないですけど、そんなことないよ。誰かの人生っていうのは誰かにとってめちゃくちゃ面白い。だから何もその YouTube で発信しろとか言ってるわけじゃなくて、もしね、絶望仕掛けてる人がいたら、この言葉を思い出してほしい。そして、胸に留めといてほしいなと思います。全員の人生は誰かにとってめちゃくちゃ面白い。これ間違いないんですよ。僕の動画を面白いって思ってくれたのであれば僕が証明しました。僕もただの人間です。ね。だからそれはちょっと伝えたいなって思ってたんですよね。僕ずっと。何の取り柄もない、僕ですけど、こういう感じで喋ることによってね、いや、ハルキングってそういうこと思ってたんやなって、面白い考え方してるなとか思ってくれた人いるでしょ。そういうことなんですよ。別にね、僕もみんなと同じ人間ですけど、普通に人生生きてきましたけど、誰かにとったらめちゃくちゃ面白い人生やったりするんですよ。だからね、自分なんかもう無価値やとか意味ないわって絶望するんじゃなくて、それをちょっと僕が今日証明したってことでね、はい、思い出してほしいなと思います、時に。何回も言ってるんですけどね、僕エンターテインメントの王様になります。そしてこれをここまで見てくれた人は本当に時代の目撃者になるなと思います。ありがとうございます、ここまで見てくれて。ハルキングはとりあえずまだまだ喋りたいこと実はあるんですよ。あるんですよ。喋った方がいいんですか、これ喋った方がいいんですか。どうしようか。これはまた次回にします。ハルキングの恋愛の話です。はい。とりあえずハルキングはエンターテインメントの王様になります。だから僕がエンターテインメントの王様になるってことは、そう
あなたは時代の目撃者になるってことです。間違いない。これは間違いない。ちょっと一回水飲ましてください。ここで水飲ましてください。はい、すいません。